お懐かしこんばんポテトです。今日もデータ分析やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、久保くんの固有モーションって決定率上がるのかやっていきたいなと思います。今回のアップデートですね、久保選手の、今夏ですね、これがですね、固有のモーションになりましたよということになっております。公式でですね、ドリブル中に利き足で選手の体の向きの右斜め前方向に蹴った時に変更されますよって書いてありますね。つまりですね、この方向ですね、右斜め前に打った時に変わりますよっていう感じなんで、要は切り込んだ後のイメージですよね。で、このモーションね、これ見てください。これかっこいいんですよ。久保くんっぽくていいんですよ。で、これがですね、じゃあ実際変わるのかっていうところをやっていきたいなと思います。検証方法ですね。検証方法 iPhone に動きを記録させてやっていきます。モーションの有無でね、違いがあるのか、各30本程度ずつですね、やってきましたよという感じです。でね、これがですね、やっていくと分かるんですけど、同じ条件で割とね、判定シビアなんですよね。で、見た目じゃわからないレベルで変わるんですよ。ってことは逆にこのモーションの有無比べられんじゃねと思ったんで、これ実際見てほしいんですけど、これね、左側がモーションあり、右側モーションなしなんですけど、わかります？もうこの時点では正直ね、判断難しいんですよ。で、判定の境目がシビアであればあるほど他の条件は限りなく同じにできますから、逆にできそうじゃないですか、逆に。ということでですね、やっていきたいなと思います。今回使っていく選手はもちろんこの男なりの久保選手ですね。ということでやっていきましょう。まずはモーションなしの状態ですね。実際これ取るときはですね、どっちも同じ条件でやって、モーションが出たらこっち、モーションが出なかったらこっちみたいな感じでですね、振り分けをしてる感じになってますね。皆さんが見てるときにはもう振り分けはちゃんと終わってるかなと思います。はい、見ていただきました。決まるのが当たり前みたいな距離ではありますから、これがですね、モーション入るとどうなるのか見ていきましょう。はい、こっからモーションありですね。やっぱでもこのモーションかっこいいよね。ピョンって飛ぶ感じいいですよね。なんで今回急にこういうモーション入れようと思ったんですかね。皆さんの使用感的にはどうなんですかね。ちょっと気になるんで、もしあったら教えてください。はい、見ていただきました。ということでですね、どうだろう、見た目は正直そんな変わんないのかな。なんか気持ち早い気もしちゃうんですけどね、こうやって見ちゃうと。ということで結果はこうなりました。はい、ということで微妙にですね、こういうモーションの方が数値的には良くなってはいるんですけど、いつもですね、こういう検証の時に言ってるんですね、数値だけで見るのあんま良くないよって話をしてるので、今回は特にそうなのかなっていう気はしてるんです。で、一応ね、比べて持ってきました。同じパワーゲージで比べてきたんですけど、ですね、こういうモーションの方が速い時もあれば、こういうモーションじゃない時の方が速い時もあったり、あとは弾道もですね、こういうモーションの方が低い時もあれば、逆もしかりというような形でですね、結構その時その時でね、だいぶ違うということが分かってきましたね。明らかにね、スピードとか変わってたら話が別なんですけど、ボールの回転とかもね、そんな変わってない感じがしましたね。入力されてからシュートまでのね、モーションのスピードとか、蹴るまでの時間とかね、ちょっといろいろ見てみたんですけど、ここもですね、正直あんま変わりませんでしたね。気持ち早い気もしなくもないじゃないんですけど、これがですね、果たして大きくじゃあ得点に関係するのか影響するのかと言われると、正直微妙なラインなのかなと思います。というところで今日は結論です。久保くんの固有根拠は気にするほどは変わらないとします。はい、ということでですね、見ていただきました。そこまでは変わらないかなっていう感じしましたね。冷静に考えてみればですね、こういうモーションでものすごく変わってしまうのであれば、ブリッツカーブみたいにですね、もうちょっとスキル化するみたいな感じでですね、かなり打ち出してもいいよな、いいレベルだよなとは思うのでそう考えるとですね、確かにコナミさん的にはそんな変えるつもりないのかなっていうのはなんとなく予想できるかなと思います。ただですね、先ほど冒頭にも言いました、このモーションやっぱかっけえんですよ。やっぱかっこいいんで、ぜひですね、皆さん使っていただきたい。切り込んだ後のシュートっていうイメージですね。なので、そこは抑えていただければなと思います。もちろん、なので、正面からのシュートとかになっちゃうと、右斜め前にならなかったりするので、
そのあたりはね、意識していただけるといいかなと思います。角度が急すぎるとダメなのかなっていう感じでしたね。だいたい30度から40度ぐらいですかね。はい、なので参考にしてみてください。はい、ということでですね、そんなに変わんないと、モーションだけではね、そんなに変わんないということは分かりましたね。ただ、この数値とか、そういった意味ではそんな変わんないけど、こうやってモーション入れてくれるっていいよね。いい太って面白いんだねっていう感じになりますよねということで、この辺は参考にしてみてください。はい、ということで、ここから雑談になるんですけども、今回ね、ブルーロック、僕ね、そんな知らなかったんですけど、このコラボをきっかけにですね、全部アニメ見てみました。かなり面白いなと。僕、ナギとかも結構大好きなんですけど、あとバチラね、大好きなんですけど、皆さんの推しは誰ですかね。でもこうやってコラボしてくれるの結構面白いですね。すごくいいなと個人的には思ってますね。あとね、今回の検証ね、ちょっとミスっちゃったんですけど、フェティールでもやってみたんですよね。で、何をミスったかっていうとね、身長とか能力値は良かったんですけど、フェティールがですね、根幹持ってないのに、ちょっと検証してみちゃったんですよ。検証した後に気がついたんですけどね。ちなみにで言うと、根幹持ってないフェティールは明らかに決定率下がりましたね。この距離、短い距離でもですね、影響あるんですよ、やっぱりね。これ過去に検証してるかなとは思うんですけど、でもそれもね、明らかになりましたんでやっぱ短い距離だとしても根幹はあった方がいいというね、ことになりましたね。説明ではミドルレンジのって書いてありますけど、そこはですね、ミドルレンジでなくても影響あるということはですね、ぜひ皆さんここに留めておいてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこれ違うと思いますでしょうか。皆さんのご意見、ご感想、クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね、高評価、チャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今日は久保くんの今回やってきました。やっぱね、モーションかっこいいんですよ。やっぱそういったところからですね、楽しみ、面白さ、そういったところですね、感じていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでですね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。